今回の動画では動物を守るために非常に大切なものを紹介しようと思います。それはビーガニズムです。子供の頃、いつかビーガンになるなんて全然想像できませんでした。毎日肉を食べてたし、実はずっとビーガンをバカにしていました。しかし、ビーガンになってからもう10年経っちゃって、最近はビーガンのプロみたいなものになっちゃいました。Please welcome Ryuji Chuya。まあもちろんプロは冗談だけど、ポッドキャストや大学、テレビに招待され、ビーガニズムの哲学を説明する機会があります。なので、今日はその経験を生かして、ビーガニズムについて知っておくべきことすべてを説明してみたいと思います。まずはビーガニズムの定義について話しましょう。ビーガニズムは動物からの搾取や動物への残酷行為に反対する哲学と実践不可能ではない限り、それらの排斥に努める生き方です。実践的にビーガンは動物が利用された上で生産された食べ物、衣類、日用品を買ったり、動物を娯楽に利用する施設に加担したり、動物が苦しむような趣味を持ったりしません。例えば、あるレストランが猫から由来する猫焼きステーキを売っていたら、ほとんどの人はそれに反対するし、買いません。ビーガンはその考えと行動を全ての動物に与えます。つまりビーガニズムはたとえどの種であろうが人間以外の動物も道徳的に重要であるという考え方に基づいています。一番最初に話す必要があることは動物たちの意識についてです。それは多くの人が想像する以上に動物たちはいろんなことを考えたり感じたりするからです。人間は友達とカラオケに行くのが楽しいように、豚は友達を追いかけるのが楽しいです。地震の影響でエレベーターに閉じ込められた時に不安を感じるように、鶏もケージの中に閉じ込められている時に不安を感じます。猛暑日にスイカを食べるとき幸せを感じるように、豚も猛暑日にスイカを食べるとき幸せを感じます。人間は小説を書いたり宇宙船を発射させたり哲学を議論したりすることができるので、人間の意識が最も豊かで幅広いと思うことが多いです。しかしそれは本当なのでしょうか。まずは五感について考えてみましょう。実は人間の感覚は他の動物の感覚に比べて非常に鈍い場合があります。犬の嗅覚、ワシの視力、イルカの聴覚は人間のよりもはるかに優れています。もしかしたらこれらの動物たちはある意味人間より敏感に豊かに世界を経験しているのではないのでしょうか。さらに多くの動物は私たちに絶対できない方法で世界を知覚することができます。サメは曇った水の中で狩りをするために電波を感知したり、コウモリは空を飛ぶためにエコロケーションを使ったり、鮭は海をナビゲートするために地球の磁場を感じ取ったりすることができます。実に多くの動物はまるでスーパーパワーを持っているかのようです。したがって彼らと同じ能力を持った人間はスパイダーマンやウルヴァリンのようにスーパーヒーローになることができます。その上、長年の研究によると多くの動物は世界を鋭く知覚するだけでなく、さまざまな問題を解決できたり、幅広い複雑な感情を持ったり、身体的にも心理的にも苦しみを感じるという結果が出てきました。ある魚はハマグリを開けるために道具を使ったり、鶏は捕食者の気配を感じると怯えて逃げたり、牛は群れから離されるとストレスを感じたりします。それに加えて動物たちは人間と同じように違った性格や思考、感情を持っていて一人一人がユニークな存在です。つまり動物たちのことを知れば知るほどいろんなことができて豊かに生きているということがわかります。しかし一番重要なのはシンプルに彼らが感情や感覚を経験する能力があるということです。
なぜなら何かがあるいは誰かが道徳的に重要であるかないかを決定するために意識があるかないかが強い基盤であるからです。意識を持つ存在は私たちの行動により何かしらの影響を受ける可能性があります。例えば鶏を縛って池に投げ込むと鶏はパニックし苦しんで溺れてしまいます。一方石を池に投げ込んでも苦しまずにただ沈むだけです。なので鶏は道徳的に重要な存在であり、石は道徳的にどうでもいい存在です。言葉にするとそんなこと当たり前じゃんと思うかもしれませんけど、この社会は当たり前のように家畜と呼ばれる動物をまるで意識のない石のように扱っている状態です。お前たちのように幼い者までも銭を出して買えば牛馬同様に追いつかって誰も不思議に思わん。困った世の中じゃ。古代エジプトの奴隷制度にしろ、インドのカースト制度にしろ、日本で今も続いている同性婚の禁止にしろ、人類が存在してきた限り人間は他者を差別してきました。現在差別が話題になるとき、人間対人間の差別が中心とされます。人種差別、性差別、障害者差別、年齢差別は分かりやすい例です。しかし差別は私たち人間だけに関するものではありません。先ほど言ったように人間以外の動物も感じたり考えたり苦しんだりすることができるので、彼らも差別に値する存在となります。人間以外の動物に対する差別は種差別と呼びます。その名の通り種による差別を意味します。例えばある法律が犬や猫を守り鶏や豚を守らない場合、種によって差別しているため、それは種差別的な法律であると言えます。他の差別と同じように種差別も恣意的な区別に根ざしています。生まれ持った肌の色や年齢と同じように人間、鶏、犬、魚のどの種の動物として生まれるかを選べません。言い換えれば肌の色や年齢と同じように種とは単に選べない生物学的特徴に過ぎません。そして選べない特徴を理由に差別することは恣意的だけではなく不当です。一見すると種差別は大した問題ではなく当たり前のようなことでしかないと思えるかもしれません。しかし種差別による影響は大きく、想像を超えるほど大きな数の動物たちに膨大な苦しみを与えています。で、このことを理解するために私たちの日常生活や社会のさまざまな面で種差別がどう存在するかを見てみましょう。経済的観点から見ると、種差別はさまざまな動物の命をどのように評価するかによって現れます。多くの愛犬家は愛犬の命はかけがえのない値打ちがつかないものであると考えており、すみません、あなたの犬を食べたいんですけど買っていいですかと聞かれて何百万円出されても断るでしょう。対照的に当たり前のようにスーパーで鶏の一生がたった1000円ぐらいで販売されています。そして愛犬にお金をかけるときは高級ペットフードや快適なベッド、医療など彼らの生活を向上させるためです。しかし家畜と呼ばれる動物にお金をかけるときは彼らの命を奪うような産業と取引をするときだけです。法的観点から見ると種差別は動物の一貫性のない分類を通じて現れます。犬や猫は保護に値する愛玩動物として認識されており、たとえ些細なことでも傷つけると法律で罰せられることがあります。対照的に牛、豚、鶏、魚は家畜または所有物として認識されているだけであり、法的範囲内で彼らを傷つける方法はたくさんあります。猫の尻尾を切り落としたり狭い場所に閉じ込めることは違法だが、卵産業の鶏は日常的にそして合法的にくちばしを切り落とされたりバタリーケージに閉じ込められたり、その他莫大な苦痛を与える扱いを受けています。文化的表彰の観点から見ると種差別はメディアにおける動物の描き方を通して現れます。映画やテレビ番組では犬や猫は大切な家族の一員として登場し、時にはハチ子みたいに
名前や個性を持ったキャラクターになる時もあります。対照的に牛、豚、鶏、魚のような動物は通常商品としてのみ登場し、冷蔵庫やお皿の上、あるいは精肉店の窓で肉として紹介されます。そして教育的観点から見ると、種差別は私たちが次の世代にどのように動物を紹介するかによって現れます。生まれた瞬間から私たちは子供たちに犬や猫のような動物は愛して世話し、彼らに優しくするべきだと教えながら、他の動物の体を食べさせ、私たちの動物を食べたいといった思いはその動物たちの命よりも重要であると暗に示しています。結果的に同じ世界に生まれるのに種が違うだけでこんなに違う人生を送ることになります。農場や屠殺場は社会の一部で当たり前なものだと多くの人は思っています。IT 企業がパソコンやスマホを生産するように、畜産業は肉や乳製品、卵を生産します。しかし、動物の視点から見ると、農場や屠殺場は恐怖と苦しみの場所であり、そこでは彼らの自由、自立性、そして最終的に命が奪われます。そのような場所で動物たちは意識のある存在として扱われるのではなく、商品や機械として扱われます。豊かに生きているかどうかが大事にされるのではなく、利益になるかどうかが大事にされます。そして動物たちが感じたり考えたり苦しんだりすることは、利用したり殺したりする作業を難しくする不便なことでしかありません。例えば、肉用に鶏を育てるために何が重要なのか考えてみましょう。最終的に一番重要なのは、鶏たちが殺される時までに完全に成長しているかどうかだけです。それまでの間、彼らが幸せであるかどうかは全く関係ありません。そのため、儲けるために動物たちの幸せや健康を犠牲にすることが必要であれば、犠牲にするでしょう。つまり、現代の鶏の日常は苦しみで満ちており、他の食用に利用されている動物たちも同じです。そしてこれは一握りの動物だけに起きているわけではありません。最新の推定によると、私たちは年間約900億匹の陸生動物たちを家畜として殺しており、1兆から3兆匹の水生動物を殺しています。もし人間が陸生動物と同じペースで死んでいったら、わずか1ヶ月余りで絶滅してしまいます。人間が食用のために動物を利用したり殺したりすることの道徳性について議論する際、会話はその問題を議論する人たちの視点や意見に沿って進みます。私は動物がかわいそうだと思う。対私は動物は人間のために存在すると思うという議論になることが多いです。しかし、利用されることによって苦しむのは動物たちなので、最も考慮すべき視点は彼らの視点ではないのでしょうか。私たちは動物を繁殖させ、できるだけ利用し、目的を果たしたら殺します。どう生きるか、どこで生きるか、いつ、どこで、どう死ぬかも生まれる前から
私たちが決めています。彼らに選択の自由は1ミリもなく、絶対に逃げることもできません。だからこそ動物にしていることを搾取と言えます。では最初の話に戻りましょう。ヴィーガニズムは動物からの搾取や動物への残酷行為に反対する哲学と実践不可能ではない限り、それらの排斥に努める生き方です。最初に私たちはヴィーガンがボイコットするものの一部の例を紹介しましたが、これから具体的なリストを見てみましょう。食べ物、肉、魚、乳製品、卵、昆虫、蜂蜜が含まれます。服、レザー、毛皮、ウール、ダウン、アンゴラ、カシミヤ、シルクが含まれます。化粧品や日用品、動物実験が行われた石鹸、シャンプー、歯磨き粉、洗剤、化粧品が含まれます。たとえ学生であろうが、社会人であろうが、殺人者であろうが、私たちは毎日食事をし、服を身にまとい、化粧品や日用品を使います。なので、動物搾取の大半は、これらの商品のために行われています。しかし、私たちが動物を搾取する理由は他にもたくさんあります。娯楽、動物園、水族館、競馬、サーカス、動物カフェが含まれます。野生動物への残酷行為、釣り、狩猟、虫取りが含まれます。ペットの売買、ヴィーガンは動物たちの生体販売に反対し、ペットショップやブリーダーから動物を買う代わりに動物を保護します。なんかリスト長。俺なんでヴィーガンやってるんだっけ？このリストを見ると、ヴィーガンってルールがたくさんあって難しいと思えるかもしれません。しかし、ヴィーガニズムは私たちがすでに持っている価値観や行動を全ての動物に与えるだけのことです。私たちが人間社会で主に大切にしている価値観は思いやりや尊重なので、その価値観を人間以外の全ての動物にも広めようということです。私たちは生きる上で合意する基本的なルールの一つに、私たち全員に基本的人権があるという考えがあります。ヴィーガンであることは、動物たちもそういう基本的な権利があるべきだと認識することです。例えば、殺されない権利や誰かの所有物にされないという必要最低限の権利のことです。多くの人は特定の動物に関してはすでにヴィーガン的行動をとっています。例えば、猫を食べたり、犬の革靴を履いたり、娯楽のために鶴を捕獲したりしません。それと同じように、ヴィーガンは鶏を食べたり、牛の革靴を履いたり、魚釣りをしたりしません。ヴィーガンであることの付加的な利点として、プラントベースの食事をとることで畜産による環境への影響をなくすことができ、その過程で健康でいられることもできます。世界最大の栄養専門家組織である栄養学アカデミーは、しっかり計画された完全菜食ダイエットは妊娠、授乳期、乳児期、小児期、思春期、高齢期、アスリートを含む全てのライフサイクルに適していると正式に認めております。実際ヴィーガンのトップアスリートやオリンピックに出てるアスリートもいます。昔々、オメラスという町がありました。オメラスはまるでユートピアのような場所でした。市民は幸せで、毎日が充実しており、まるで天国にいるかのようでした。しかし、オメラスの住民の幸せは一つの恐ろしい事実に依存していました。それは、オメラスで一人の子供が永遠に苦しんでおり、その子の苦痛が住民の幸福を支えているということでした。その子はオメラスの地下室に閉じ込められ、オメラスの町はどういうわけか、すべての住民の苦しみや不幸を吸収し、少年に注いでいました。これは誰もが触れたくない話題でしたが、みんないつしか知るようになりました。町のどこかに
苦しんでいる少年がいることと、その子の苦しみのおかげで住民が豊かで幸せな町に暮らせるという事実を、ほとんどの人はそれを受け入れ、自分の人生を歩み続けていきました。しかし時折、このことに疑問を抱く人がいました。時にはそっと荷物をまとめ、オメラスから歩み去る人がいました。